ご視聴ありがとうございます。このメタニウムは動画のネタとして友人から預かりました。巻いた感じはウィンウィン音がするぐらいで特に問題なさそうです。ただこの時は問題ないのですが、巻いている時に引っかかる症状が出るみたいです。実際に組み直したらはっきりと問題が発生しました。せっかくなので細部まで洗浄と注油も行いながら直しますので、20メタニウムのオーバーホールをご自身で行いたい方の参考になれば幸いです。ダイヤルが渋いですね。なぜか分かりませんが、カバーが非常に外れにくいです。今回は相当分解しますので、スプールのベアリングも外します。シマノの部品表にはお客様ご自身での交換はできませんと記載されてますので、分解するものではないのだと思います。私は完全なリフレッシュが目的なので分解してますが、基本的にはお勧めしません。ここにオーリングが入ってます。ベアリングのインナーレースにしか接触しないと思うので、飛距離には影響しなさそうです。ガムレバーも分解していきましたが、ブレーキパイプはこのままです。個人ではここまでの分解が限界ですね。ハンドル固定のナットが変に硬いです。普通は少し緩めれば手で回すことが可能なのですが、後でよく見たらドライブギアシャフトのネジ部が結構削れていました。若干ゴミが付着してますが、この程度は普通です。むしろ悪くないです。ナットが少し削れてます。工具で外そうとするとこうなりやすいので、ここは先ほどのようにスタードラグで回す方がいいです。20メタニウムは設計上スタードラグ押さえ手が削れにくいですが、これは若干削れてます。内部は全然綺麗ですね。汚れも少なく悪いところがほとんどありません。本体カバーも細かく分解していきます。ここの分解と洗浄は性能には全然関係ない部分なので自己満足です。ビスを改めて取り付けているのは単なる紛失防止です。さすがにクラッチ周りは分解されることがほとんどないので汚れがひどいです。20メタニウムはコアソリッドボディなのでレベルワインド部の分解が少々面倒です。
動作の問題はここでしたが、不良品の部品単体で見るだけでは全然気づきませんでした。やっぱレベルワインドは結構汚れてますね。この KTC のドライバーのいいところはここです。このように伸ばせますので、アクセスの難しいビスにも届きます。コアソリッドはいいですね。私には実調での恩恵はわからないと思います。性能への影響はないですが、クラッチレバーも分解します。ここのビスは非常に硬いのが普通ですが、この個体はあっさり外れてくれました。これはかなり助かりました。ちなみにこのビスは左ハンドルだと逆ネジだったと思います。なので部品ナンバーも違います。結構シムが入ってました。ベアリング追加する際に調整で入れたのだと思いますが、丁寧な作業されてますね。はい、分解完了です。外していないのはローラークラッチとブレーキパイプのみです。金属部品以外はいつもの洗浄剤で洗います。金属部品はラッカーシンナーで洗浄します。シンナーは新品にしました。一見綺麗に見えても結構ゴミが出てきます。洗い終えたので注意しながら組み立てます。ハンドルノブのベアリングは若干粘度の高いオイルを塗布します。 R スピードさんのオイルです。飛距離に関係ないベアリングは全部これを使います。自己満足の世界ですが、完全に洗浄されたボディのメンテナンスはいいですね。自分だけが分かる達成感が出ます。
ここのネジロックは本来高強度のネジロックがされていますが、中強度にしました。肝心のレベルワインドの動作ですが、この時は動作に問題なかったんですよね。前回 E リングをなくしてこの機種から拝借していたので、新品の E リングを取り付けます。ここで問題が発生しました。ここで引っかかってます。レベルワインドが一番右に来た時に引っかかります。若干無理やり回せば進みますし、必ず発生するわけでもありません。再現性が悪く結構厄介です。部品単体で見ても全然わからないんですよね。レベルワインドパイプを通す感じでは問題ないので、この時はウォームシャフトかと思ってました。で、前回の動画を見た方ならわかると思いますが、結局1台買いました。片方は問題ないメタニウムのウォームシャフトです。不良品だとウォームシャフトの右端に傷が若干あります。動画では非常に分かりにくいですが、爪でなぞると確かな引っかかりを感じます。見えますかね。ベアリングは樹脂の方が良品です。そんな中でレベルワインド周りの部品を良品と何度も交換し、特定されたのはウォームシャフトピンです。良品と比べると一目瞭然でした。ウォームシャフトピンの先端が少し変です。左が問題の部品です。動画では分かりにくいですが、先端に傷っぽいものがあり、ガタガタしています。右の良品は非常にフラットです。別機種のピンを見ても良品の先端は非常にフラットです。ピンだけ交換すれば治るのですが、シャフトにダメージがあったのも事実ですので、一緒に新品に交換します。最後に芯出しして終わりです。ウィンウィン音もなくなり非常に軽快です。動作の問題は最小限の交換で済みましたので、かなり安く済ませることができました。
かなり安く済ませることができました。